こんちは。4G 初めから攻略パート43です。前回は古文書の最終巻とラージャン140を攻略し、本編の攻略が完了しました。今回からは他キャラとの通信を解禁して、イベクエやエピクエを含む要素を遊んでいくよ。いわばアディショナルタイムだ。マイペースに楽しんでいこう。すでに DLC 配信が終了しており、ここからは物理的に遊べない人が出てきます。そのため攻略、解説といった形ではありませんが、お楽しみいただければ幸いです。よーし、それじゃあやっていこう。早速だが、もう一台の 3DS とローカル通信してるよ。ワンコくんは我々のメインキャラですね。他のシリーズではこっちを動かしています。メインの SD カードには DLC データが残ってるので、これと通信してやっていきます。で、イベクエ編の第1弾はこちら。G 級のダラ原種くんだよ。亜種や特殊個体はいるのに原種がいない。これ 4G の G 級あるあるです。ダラサルターレが代表的なところですが、亜種素材の後に原種素材を使う武器もあります。ある種の延命要素なんだろうが、ピヨリの賛否両論あるよなこれ。で、メインキャラは戻り玉使ったよ。キャンプ待機のためだね。ソロ攻略するシリーズなので、原則メインキャラは一切動かしません。そもそも一人で2体動かすのは無理ゲーですが、笛によるバフ等も一切なしですね。別に使っても誰にも怒られないとは思うんだけどね。使う使わないの基準考えるのも面倒だからな。明確な理由がない限りは、完全ソロでモンスターと対峙していきますね。で、ダラ原種くんも久々ですね。亜種の後だといまいちインパクトに欠けます。イベクエで原種が解禁される方式、ここもちょっといまいちなんだよな。モーションとかにテこ入れされてるわけじゃないから、亜種より明確に強かったりとかは特にないよ。当然、ランダムに効果したりしません。頭にトゲに先陣、常にやわやわです。ステータスは G 級なので、油断できる相手ではありませんが。亜種を超えられるなら、原種も問題ないだろうね。気をつける点とかも一緒だよ。使ってる装備も亜種の時と全く一緒です。真打ち技物ベースのシャングリラですね。もうちょい物理寄りにした方が効率良さそうですが、別にこれでも問題ないでしょう。意図せずジャンプのダウン取っちゃったわ。終盤が不安だけど、別にいいか。確か亜種が18分くらいで終わりましたよね。ってことは、原種はそれより早いんじゃないですか。純粋にずっと肉質柔らかいってことだもんね。体力はどれくらいか知らんが。ダウンを取って頭殴ってれば、そうかからずに討伐できるだろう。怒り状態の頭部の肉質は驚異の切断90です。なんとアイルーより柔らかいですよ。ただの猫よりよく切れるって一体どんな性質してんだろうな。亜種の肉質変化も大概だったが、原種も原種ですごい肉質してるわ。ここまで柔らかいと逆に弱毒の効果も薄くなりますね。攻撃台に劣る場面もありそうです。原種用の装備は真打ち挑戦者ベースがいいのかな。物理を持った方が良さそうだよね。あらゆる火力スキルが有効そうですよね。属性も相変わらず通りやすいですし。今の装備でもダメージは十分足りてそうです。さてと、じゃあお決まりの登山と行きますか。背中も壊しておきたいし。亜種と違っていつでも柔らかいですからね。登り損にならずに済みます。背中や爪は頭よりさらにダメージが通りやすいですね。怒り時は切断90の竜40です。こんだけペライと心配になるよな。移動するだけで地形を変えるって話だが。岩にぶつかったら全部剥がれそうですよね。そんなダラくん見たくありません。お、早速1段階目が壊れたようです。明らかに何かが吹っ飛びました。突然真っ黒になったな。テクスチャが剥がれたみたいになってるぞ。そのまま2段階目も破壊完了です。耐久値800が一瞬で吹き飛びました。さすがにダメージが通り過ぎて、類破壊がどんどん進みますね。亜種の背中はもう少しかかってたもんね。やっぱり亜種の劣化やんけこいつ。基礎的なモーションが全く一緒ですからね。高架や地面の赤熱化もないですし。最初はこんなもんでいいんじゃないですか。イベクエ編の一発目から飛ばしすぎるのもあれですし。それもそうだね。サクッと終わらせて素材を集めてこよう。おっと、ここで爪も壊れたね。サブタゲ達成だ。爪は意外と殴る機会に恵まれないんですが、殴れさえすればすぐに壊せますね。殴れるチャンスにはメテオが出現してることが多いので、体力管理にだけ注意ですが。正直、ララ原種に関してはサブタゲ期間でいいよ。必要な素材は爪だけだからね。
一応動画だから討伐までやるけど、爪集めも結構手間だからな。上半身の剥ぎ取りでも出るんですが、確率は低めですからね。初回以外にも何回かサブタゲ期間を繰り返すことになりそうです。あ、体力 50% 切ったね。なんだかんだ10分経っちゃってるのか。ダウンはよく取れてるし、頭もめっちゃ殴ってるんですが、体力はアシュより多いのかもしれませんね。まあ、言うても行動はそんな強くないので、これで苦労したりはしないでしょう。この後は山に巻きつくはずだね。頭を直接殴ってダウンを取りに行こうかな。登ってひるませるとキャンプまで落ちちゃいますからね。なるべく頭でダウンを取った方がいいです。ダウンした後の位置もいいからね。だいぶ長いこと頭を殴らせてもらえる。位置はこの辺で待機だ。大口を開けた時は双剣でも届いてくれるよ。乱舞を好からないように注意ですね。よーし、一発目でダウンが取れたな。じゃ、頭に攻撃しまくっていこう。切れ味落ちてるのがもったいない。一度研ぐべきだったか。いやー、しかし気持ちいいですね。やっぱり柔らかい部位を殴ってると手応えが違います。弱点部位がでかい上にチャンス1回が長いからね。これだけ攻撃し続けられるのも珍しいよな。超大型も柔らかい部位は一握りだったりしますしね。殴る快感は超大型随一と言っていいでしょう。おっと、これは、まだ巻きつきのターン継続してくれるみたいだな。ということは、また頭ひるみのチャンスだ。しっかり狙っていくぞ。だいたい3回くらい口を開けてくれますね。乱舞プラスアルファをたくさん当てられます。よーし、またダウン取れたぞ。順調すぎて怖いくらいだぜ。ララ戦はこれを覚えておくだけでだいぶ違いますね。毎回背に登ってると効率が悪いので。頭ひるみ自体は最低限の火力で取れるので、これは積極的に狙っていきましょう。この巻きつきターンだけでだいぶ削れたんじゃないか。討伐はアッシュより早くいけるかもね。まだ 50% 切ったばかりのところですが、言うても10分ちょっとですからね。終盤も赤熱化がないことを踏まえると、後半は早いかもしれませんね。さーて、巻きつきターンが終わったから、体でも殴っていきますか。このポジションも覚えておくといいものですね。下半身を集中的に殴れる機会です。下半身破壊では10尾角が手に入ります。かの悪名高き尾角の G 級版ですね。ただ、10尾角の需要って少ないんだよな。尾角はあんなにポンポン要求されたのに。武器の最終強化に何枚か使われるんですが、笛、ランス、スラーク、チャークというラインナップです。どいつもこいつも、ララ武器では微妙なんだよな。正直、これらに素材使うのはもったいないと思う。剣譜が強撃瓶だったら強いんですけど、残念ながら強属性瓶です。スラークは生産のスペックが全体的に低いんですよね。ただでさえ強くないのに、かわいそうなことです。ララ武器では貴重な覚醒不要なんだけどな。ワンチャンスもものにできなかったか。まあ、打武器のことはどうでもいいか。このターンもダメージ取りに行こう。やっぱり原始といえど、メテオ痛いですね。この攻撃頻度で4割くらい減ってますよ。これさえなければ、両モンスだと思うんですけどね。メテオ一つで台無しになっています。メテオがなかったら簡単すぎる感じもするけどな。いくらなんでも量多すぎだよね。ダメージはともかく攻撃範囲がひどいと思います。当たってなさそうなところでも普通に食らいます。これはシャガルの地雷が可愛く見えるくらいだよな。まともにゲームできんだろこれ。っていうか普通にヤバくないですか。食らいすぎてピヨってますけど。まずい、ブレスも来る。やっちゃいましたね。散々現象を煽っておきながらこのざまです。あのさ、おつった CA ひどくないですかね。開発の方々はどうしのぐつもりで実装されたのかしら。10年以上前のゲームに文句言ってもねおつった事実はなくなりません。これ地味にアイテム面でのロスが大きいですね。飛躍はともかく競争薬も飲み直しが必要です。グレートあと1個になっちゃったよ。立ち回り慎重寄りにしないとな。ですね。原種だからとバカにするのはやめましょう。嘘だよね。唐突にオツ入ったんだけど。ちょうどエリア外からのビームの最中でしたね。もう少し様子を見るべきだったでしょうか。これ、起こり得ることはもちろん知ってましたが、実際やられてるの初めて見ましたよ。物資がきついって言った数秒後にさらにきつくなった。これ、クエスト失敗も普通にあるぞ。サブタゲ帰還して冷たけ持ち帰るのが安牌ですが、ここまで来て帰るのもちょっと尺ですね。もちろん、討伐しきるまでやるよ。半分向きになってるだけだけどな。これで3オツ失敗したら笑ってくれ。イベクエ第1回だから変わったところも楽しんでいこう。
凄まじいポジティブ。頑張っていきましょう。15分張りになってるので体力は削れてるはずです。ここに居座って動かなくなったよ。最終盤だね。競争薬 G はすでに使い切っています。割と満身創痍です。この数分で何度も移りかけてるよ。後半戦、普通に強かったわ。純粋な体力もアシュより多い気がしています。アシュはもう終わってる頃です。これ、序盤に空中ダウン取っちゃったの失敗でしたね。ここまでタフだとは思いませんでした。怒り状態中はいつ落ちってもおかしくないからね。攻撃を避けながら殴ること自体に無理がある。ひとまず2回目のダウンは狙っていこう。このままじゃ自利品だ。強制のかけらがありますが、もちろん無視です。そんな暇ございません。お、これは空中ダウン入りましたね。大チャンスですよ。メテオが降ってるのがこれ以上なく不穏だが、ここで一気に削りたいぞ。時間はすでに20分張りに突入。これ以上はアイテム的にもきついですね。それは二落したせいだけどな。おお、やっと終わったか。これで一安心。お疲れ様でした。20分半で討伐完了ですね。二落ちで1分以上は絶対ロスってるので、なんだかんだベース的にはアシュと同じくらいですか。弱い言ってた自分が恥ずかしい。フラグ立てまくってしまったわ。まあ、実際前半戦は楽勝でしたから、仕方ないと思いますけど。何にせよ、これで目的の品が手に入ります。あとは集まるまで周回しましょう。2回目以降はサブタゲマラソンしてくるよ。じゃ、集まるまでカット。おし、素材集まったぞ。頑張って詰め剥いできた。痛々しい言い方やめてください。折ってきたでいいでしょ。で、作るのはもちろんこちらですね。邪定尺ペダンマデュラです。言わずと知れた最強の生産総中根。全生産の中でも指折りの高性能だね。ダラサルターレから倍率10と爆破20上がるだけですが、やっぱり切れ味の強化が非常に大きいですね。多分、ダラサルに巧みつけるより素の白長いよね。継戦能力が大幅に上がるぞ。それに極限強化もできるようになるしな。近くて遠い、そんな強化だね。両中ステータスの強化はお預けですね。力の高級餌が必要だったと思うので。ぶっちゃけ、これ以降は誤差だと思うけどな。メインデータでも強化サボることが多い。高級餌もそうそう手に入らないので、仕方ないですけどね。よし、装飾品も付け直して、これでマイセットの更新完了だね。それじゃあ、試し切りでもしましょうか。ちょうどやりたいクエあったので。よしやるぞ。150時間やって、ようやくペダンデビューだぜ。はい、こちらですね。ギルクエ城の126です。以前、120億ウネでやったよね。その時は11分くらいだったと思う。120と126はそこまで大きなステータス差はないが、どのくらいで終わるか見ものだね。一つ、動画ではペダンの極限強化を忘れてますね。クーネのタイムは極限強化ありでした。ペダンに不利な条件となるので、そこも加味してタイムなど見ていきましょう。初期位置は3だね。丘上にいるのがいまいちポイント。どうでもいいですが、小樽の爆発でかいっすね。火薬術で無駄に強化されています。火薬術は爆破属性値を強化してくれるよ。ステータス上では350になってるね。耐性値は基本的に10の倍数になってるから、32から35に上がるとキリがいい気がしている。師匠からの試練会でも触れた通り、ジョー君には爆破が有効ですからね。もともと総中根は相性いいので、対ジョーならペダンで決まりでいいでしょう。生産の爆破根は原則3種類なんだが、属性値ではペダンが最下位だね。ただ、それでも350は十分な数値です。総中根自体の手数がかなり多いですからね。それに、継戦能力を含めた物理面では、ペダンが頭一つ抜けています。ペダンの一番の強みって、この物理性能と切れ味を生かしたスキルの盛りやすさなんだよね。一応、紫のバルカンコンと白のペダンを比べると、バルカンコンの期待値が 3% くらい上回るが。バルカンコンは匠技物まで必須ですからね。どちらかで十分なペダンとは比較にもなりません。バルカンコンの魅力は爆破560なんだが、結局一番のダメージソースは斬撃部分だからね。後半、相手が強くなればなるほどペダンとの差は開いていくよ。極限相手ならなおさらですね。属性特化の立場がそもそも悪いです。と、少し前なら手放しでおすすめできたんですが、今となってはそもそも作れない問題があります。
これがペダンの唯一にして最大の欠点だね。そもそも素材元と戦えないんじゃどうしようもない。武器面でイベクエなしが一番響く武器種かもしれない。代わりになれる武器がないからな。バルカンやブラキ武器は一応あるんですが、性能的にはほぼ介護官ですからね。もちろん発掘で当たりを引けば問題ないですが、ペダンを完全に超えるのは簡単ではありません。冗談抜きで最高倍率以外じゃ勝てないからね。属性値に至っては絶対に超えられない。最高倍率、スムラスロに属性付きくらいあって、初めてペダン超えと言えるかもね。いろいろ難しい武器種ですね。さて、そうこうしてたらジョー君恐竜開口です。石の準備をいたしましょう。今のところ、乗船は順調にいってるね。一回、師匠の試練クエで見せてるが。さすがに極限でもなければ楽勝だ。足を殴ってこかす、それだけだよ。総中根はこかした後弱点を狙いやすいのもジョーにおすすめできる点ですね。通常時の頭と怒り時の胸、どちらも長いリーチがいきます。ベースの移動速度が速いのもいいね。相手の移動についていきやすい。重粒子らしくあちこち動き回るから、チャークだと追いかけるの面倒だったんだよな。ちょっとした隙に弱点を殴れたりしますからね。着実にダメージを重ねることができます。もちろん攻撃の避けやすさにもつながりますね。回転攻撃などがさばきやすいのは嬉しいです。振り返って高速してくる攻撃とかね。あれは極限中限定だったと思うが。ジョーは一避けしたい攻撃が多いように感じる。機動力が高い武器種が向いてるね。気をつけるべきなのはタックルでしょうかね。あれは一避けが少し難しいです。うまくやると足の間を抜けられるんだけどね。横に判定が広いからもらいやすい。あれの対処が安定しないと、ガード負荷の武器種はちょっときついかもね。お、恐竜化解除が来ましたね。解除までの速さはまあまあってとこでしょうか。石トイレから1分か。ま、こんなもんじゃないか。さて、それじゃあ次は落とし穴の準備だ。もうそろそろ披露するはず。前回、落とし穴大活躍しましたもんね。頭を殴りまくれる大チャンスです。よし、来た来た。このまま設置しちゃおうかな。できれば黄色まで取りたいところですが、うまく取るのが難しいですね。あとはいい位置でかかってくれれば。無事にかかったんだけど、頭めり込んでますよ。ああ、これは一番厄介なかかり方しましたね。端っこに設置するもんじゃありませんでした。一応、頭に当たってる攻撃もありますが、胴体に結構吸われちゃってますね。くそ、ここで一気にダメージ稼ぎたかったんだが、こんなわかりやすいポカするとは。しゃあない、また足狙いにシフトだ。そのままじゃ、頭は狙いづらいし。お、早速転倒が来ましたね。今度こそ、しっかり頭を狙っていきましょう。この転倒中の立ち位置も良くないね。横じゃなく、前に立った方が攻撃が当たりやすい。横にいると、ジョーの体で位置ずらされるんですよね。思うように当たってくれませんでした。で、ここで初めて、切れ足が青に落ちました。戦闘開始から5分くらいは持ってます。やっぱり、富が少なくていいのは素晴らしい。ダラサルは、白の短さだけどうしても気になってたから。チャンスを潰したり、無理やり研いだりしてたから、どうしてもテンポが悪かったんだよな。青と白は単純に火力差も大きいんですが、弾かれやすさもかなり違いましたね。総中根は弾かれモーションが大げさなので、かなり大きい隙ができてしまいます。タチといい総中根といい、リーチが長い武器は弾かれモーションがでかいよな。やっぱり長いと反動もでかいんだろうか。どっちもあんまり重そうなイメージはないけど。力が体から離れたところまで伝わるから、体勢を戻すのが難しいんでしょうか。ま、今はどうでもいいことさ。白ゲージに戻して先行を当ててみたよ。ジョーに先行はあんまりイメージなかったんですが、疲労中はかなり有効そうな感じしますね。棒立ちの威嚇が増えるのでチャンスだし、いちいち噛みつかないのがいいです。疲労中のジョーって地味にだるいからな。散歩からの噛みつきを繰り返しがちだ。防御ダウンはもちろん面倒だし、噛みつき自体の威力も結構バカにならないんだよな。攻撃頻度が高すぎて忍耐の種も微妙ですしね。先行で止めるのが真面目に一番かも。あ、移動です。恐竜化も再び発症してます。よし、引き続きやっていこう。このエリアでだいぶ削れてるはずだ。別エリアで数分戦ってまた戻ってきました。なんだかんだ10分は超えてますね。戦闘自体は割とうまくいってるんだけどね。やっぱり体力多いわ。あと、単純にジョーに慣れてないのもある。的確に攻撃できればもっともっと縮みそう。
この区への初期位置の問題も少しありますね。エリアさんはさすがに遠いです。構成は川、崖、丘、崖で悪くないんだけどね。エリア通り過ぎるのが時間かかるんだよな。蝶はやっぱ崖上スタートのものがいい。DA でよく採用されてるやつね。キャンプ出てすぐいるやつですね。蝶以外でも採用されてます。あ、終わったわ。10分台ではクリアできたな。レベルが上がって極限強化なしでもクーネより少し早かったですね。やっぱりペダントの相性は抜群です。作成の甲斐がありました。まあ、こいつの強さは分かりきってたけどな。他と比べると改めて実感するわ。さて、無事ペダンも完成したことだし、このパートは締めていこうか。以上、リベクエ編の第1回目でございました。基本はこれくらいの尺で進める予定です。まずは、有名どころから揃えていこうと思ってるよ。馴染み深い武器も多く出てくると思う。リベクエのプレーと解禁された武具を作成して、その試し切りをするのがベースになるかな。ラー1頭以外のギルクエも攻略する予定です。せっかくローカル通信してますからね。発掘も動画にできたらしていきますが、こればかりは運次第なので何とも言えません。いつ終わるかとかは全然考えてない。そこら辺はフィーリングでやっていこう。では、リベクエ編も引き続きよろしくお願いします。ほいじゃ、次の動画で。またね。